30歳子供2人持ちサラリーマンです。共々働き子供のことを考えて妻の実家近く北関東に戸建て購入予定です。私は関西一人っ子、嫁はお盆も正月も含め関西には帰りたくない、子供見せたくないと言っています。私は親戚付き合いも大切にしてきた家系で、そんな妻と結婚したことを後悔しています。ローンにも縛られ気持ちがモヤモヤしています。この嫁との関係どうしたらいいですか？別に親戚なんかどうでもいいと僕も思いますけどね。もし親戚付き合いしたいんだったらズームでつないで会話すればいいんじゃないですか。1年に1回2回ぐらい親戚のとこ行くとかであれば別にそれぐらいはやればいいんじゃないのってもので、最低限どこまでできるかっていうのを話をすればいいと思うんですけど、ただ地域によっては女性の扱いがめちゃくちゃひどい地域ってあるんですよね。関西どういうとこかわかんないですけど、結婚した相手を連れてくと手伝いも当たり前だし、実家って奥さんからしてみると知り合いゼロじゃないですか。で知り合いゼロなんだけど、なぜか手伝いをされるのが当たり前みたいになって、で手伝いができないと裏で文句言われたりとか、これくらいするのは当たり前でしょとかってこき使われるのが当たり前みたいな地域ってあるんですよ。で男性視点で見るとそれが見えなかったりするんですよっていうのがあったりするので、まず何が嫌なのか、どういう扱いをされるのかで、実家に帰った時に何か嫌なことがあった時に相談する相手がいるのかと。自分の姉とか妹がいてそれが相談できるぐらい仲がいいんならいいんですけど、そういうの一切ありませんとかだとすると、実家に帰った1週間誰にも相談できずに奴隷のような扱いをつける1週間だったりすると、それは嫌だよねっていう話なんですよ。っていうのがあなた自身が分かってない可能性があるので、何が嫌なのかっていうのをきちんと確認してみた方がいいと思いますよ。奥さんの問題だと考えてるかもしれないですけど、それって奥さんが悪いんじゃなくて実家と実家の文化が悪い場合なんですよ。なので仮に新しく再婚したとしても、いやいやそんな実家嫌だよって新しい奥さんも言う可能性があるんですよ。なので原因特定をきちんとした方がいいんじゃないかなと思います。28歳2児を育てている主婦です。夫が先週の月曜日から金曜日体調不良で欠勤しました。今週の金曜日からお盆休みの予定でしたが、上司からは先週休んだのだからお盆休みはなしと言われたそうです。ひろゆきさんならどのように対応されますか？また夫は9月末で体調を考えています。9月末の賞与を確実にいただける方はありますか？よろしければお気をつけください。賞与の金額というのは会社が自由に決められるので、こいつムカつくからゼロっていうのもあるので、今のタイミングでも辞めると確定しているのであれば、9月末の賞与を最大限もらうが多分家庭的に一番得だと思うんですよね。なのでもう上司の言われた通り、分かりました、すいません、従いますって言って9月の間もずっとその上司の言われた通りして、ボーナスが振り込まれた瞬間に退職届を叩きつけるっていうのが多分一番金額が高いんじゃないかなと思います。現在東京で一人暮らしをしている大学3年生です。年に4回ほど帰省をするのですが、その度に祖父母が2、3万ほどお小遣いとして持たせてくれます。他にも様々な面でお金を渡してくれます。お金が余っているのと祖母は言うのですが、なんだか申し訳なくなる時があります。渡してくれる限りはありがたく受け取っているでしょうか？正直助かっています。ガンガン受け取ってください。世の中あんまり分かってない人多いんですけど、人に対して施しをするって結構快楽になる行為なんですよ。心理学の実験でアメリカでやったやつなんですけど、5ドル、日本円で言うと500円ぐらい。500円をもらった時に感じる幸せと、あなたが指定する人、要はあなたに5ドルあげますと。で、これを誰かにあげてくださいって言われた時に、誰かに5ドルあげるっていうので、どっちがその人を幸せに感じるかっていうと、5ドルもらった時より5ドルあげた方が人って幸せを感じるんですよ。すげえ貧乏な人は別にして、500円ってそんな大した金額じゃないんですよ。別になんか500円ない、なんかあるかないかで生活パターンが変わるなんて人はほとんどいなくて、500円ありがとうって言うけど、別にポケットに突っ込んで、だいたい30分すると忘れちゃうんですよ。もう500円もらったってことは。でも、誰か困ってる人がいて、その人に500円あげたってなると、割とその幸せって半日とか持つんですよ。なので、たった500円っていうのは自分がもらうより他人にあげた方が結構幸せを感じるっていうのがあったりするので、おばあちゃんどうせ死ぬんすよ、いつか。死んだ時になんか相続税バーンって国に取られて大きな金額としてきたとしても、じゃあ相続した時が1000万なのか1500万なのかって受け取ったが一緒なんですよ。だってもともといくら来るのか分かんないからね。で、来たとして、本当は1500万だったんじゃないのとかって思わなくて、1000万だったら、1000万も来たってなるし、1500万だったら1500万だってなるんですけど、2万3万円って、毎回、2万円もらえたとか3万円もらえたって毎回嬉しいわけじゃないですか。っていうのがあって、なので実は毎回に3万円渡す方が、おばあちゃんも幸せを感じるし、もらってる側も幸せを感じるので、で、しかも相続税も多少減るっていうのもあるので、効率的だと思います。年間60万までは贈与税がかからないので、60万以下の金額はもらい続けた方がお互いにメリットがあります。税法的にも、はい。
田舎のコロナ情報網が怖くて帰省できません。もしひろゆきさんが地方民なら今東京から帰省しますか？しません。別に僕帰省したいとか思ったことないんですよね。なので別に僕はあまり帰省したいと思わないっていう僕個人の問題になるんですけど、ただ帰ってくんなって思ってる人が多いんだったら帰らなくていいと思うんですよね。自分が帰りたいっていう欲望と、その自分が帰ることで周りに迷惑だと感じる人が、帰省した結果親族がその地域で文句言われるわけじゃないですか。あそこの息子さん東京から帰ってきたらしいよみたいな。で、そうすると親族の人が困ると思うので、なのでそこは我慢するのでいいんじゃないですか。会社を1ヶ月できれば2ヶ月ほど有給で休みたいと考えています。どのような理由が波風を立てずすんなりと休暇をいただけるでしょうか。実際に父が母を老老介護中なのでそれが心配なこともあります。崩壊する前に立てましたい。ただ親のことを理由にするのもいい大人が情けないかなと思う自分もいます。親のことを理由にしない方が情けないです。親を理由にしないとすると自分を理由にしなきゃいけないんですよ。で、うつ病であるとかであれば、有給じゃないですけど、そうじゃないとすると、外国に旅行に行きたいとか、適当にでっち上げた嘘で休みたいとかってなっちゃうんですよ。で、嘘つくやつの方がどうかと思うってなるじゃないですか。なので、基本的にはもう真実を伝えた方がいいので、社会人としては、もう老老介護なので、ある程度状況が確定するまではちょっと休みたいっていうのをきちんと説明して、嘘をつかずに納得してもらうっていう方が真っ当なんじゃないかなと思いますけど、どんな会社であれ、2ヶ月有給は波風は立ちます。なので、波風を立てるのが良くないというのではなく、それは自分の人生にとって今必要なので2ヶ月休ませてくださいと。ただ、その後帰ってきたら今まで以上に全然働くし、サービス残業とかもしますと。なので、この1ヶ月2ヶ月は我慢してもらえませんかみたいな、ちゃんと正直に話して自分を信頼してもらって、で、その信頼してもらったのを返すっていう形で人間関係を積み重ねるっていう方がいいんじゃないかなと思いますけど。働いてもらうために採用してるのにさ、2ヶ月休むって言って、波風立たないって言ったら、多分超絶無能ですよ。お前がいなくなっても全く困りませんみたいな会社で、2ヶ月いなくなるって言ったら、もう全然、もう帰ってこなくていいっすみたいに波風立たないと思うんですけど、基本はちゃんと働いている人は波風立ちますよ。最近仕事で行き詰まっていて休みの日も仕事が気になってしまいます。周りの人は一応に趣味を持てとか言いますが、趣味を持つことってそんなに重要ですか？趣味がないと人生はつまらないものですか？趣味がある人が羨ましい反面、趣味のある人のマウントにうんざりしてます。別に仕事が趣味ならそれでいいんじゃないですか？僕、趣味と仕事の区分けが、お金になる趣味が仕事で、お金にならない趣味を趣味と呼んでるんですよ。今はあんまりないですけど、ゲームに関して書く原稿っていうのの仕事をしててお金もらったこともあるので、そうすると僕ゲームをやってることって実は仕事でもあるんですよ。ゲームをやってそれを原稿に書くとお金がもらえるみたいな。多分お仕事自体が大好きだから休みの日も気になってやってて、で仕事が成果が出てっていうので幸せだと思うので、それで全然いいんじゃないかなと思うんですけど、何もやることがなくて暇で困ってますっていう人であれば趣味とかやればってなるんですけど、自分の人生が充実してるんだったら他人がどうこういうことを気にしなくていいんじゃないかなと思います。やりたいことを見つけようって宗教ですか？セミナーや本でやりたいこと探しをよく見かけるんですが、やりたいことってやりたいって感情なので、そもそも考えた時点でやりたいことではなく正当化だと思うんですけど、ひろゆきさんどう思いますか？ちなみに僕はやれることをやって月150万ほど稼げるようになってきたのですが、どこか満たされない感じです。やっぱり僕もセミナー行った方がいいですか？やりたいことがあるかどうかとか、本当の自分がいるかどうかとか、悩んでる時点で多分もう答えはないんですよね。今やってることでそれなりに幸せなんだけど、もっと幸せなことがあるかもしれないとか、もっと何か楽しいことがあるかもしれない、上があるかもしれないっていうので、何かを探そうという気持ちは、それはそれでいいと思うんですよ。ただ、それは本当の自分とかやりたいことではなくて、これ面白いっていうだけだと思うので、月に150あるのであれば、多少仕事サボってもいいと思うので、旅行に行ってみてください。ここら辺だったら行ってみてもいいかなみたいな。例えば沖縄でダイビングをしてみるとか、ダイビングってやってみると結構面白いんですよ。海の中って言葉通じないのもあるし、見たこともないような生き物が寄ってきたりとかがあったりとか、酸素をいかに利用しないで長い距離移動するかっていう酸素をうまく活用するコントロールだったりとか、呼吸の仕方でゆっくり吸って最後まで息を吐き出すっていうのをやって、肺の中のガスの交換を効率よくするっていういろんなテクニックで、結構ダイビングって長い距離潜れたりするんですけど、っていう感じでやったことないことをやると、これ面白いんじゃねみたいなのがあるんですよね。スカイダイビングとかでもいいんですけど、ちなみに僕はダイビング中に息を吐いて輪っかを作るっていうのをやるのが好きなんですけど、レギュレーター外してボッてやって空気を出して、その空気が輪っかになって上がってくっていうのを
海の一番下のところで寝て、こう上に向かって吐くっていうのをやってるのを結構見るのが僕は好きなんですけど、それがなんで面白いかって説明するとすごく難しいんですけど、やってみると面白いんですよ。で、これってやったことある人じゃないとそんなに面白いの分かんないと思うんですよ。タバコでも僕やるんですけど、タバコより空気ってでかいのと推進力の威力が強いので見た目が面白いんですよ。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。